こんにちは。今回は岩谷プリムスより発売されておりますこのキンジャとトゥピケ、この2つの2バーナーをご紹介いたします。はい、まずはこの2バーナー、初期モデルは2017年に発売を開始しています。当時は本国モデルを日本の検査対応のパーツに岩谷プリムスが変更し販売していました。これはどういうことかと申しますと、こちらプリムスというのはスウェーデンにある会社なので、その本国で作られた仕様ですと日本の厳しいガス検査、ガス器具を販売するための検査を通らないという仕様になってました。それをですね調整するために日本の代理店である岩谷プリムスが日本で日本仕様のパーツに変更し販売するという形をとっていました。その後日本仕様にするためのパーツ供給がなくなり販売を一旦中止しています。それから4年の歳月を得て体制が整った2021年の年末よりキンジャが復活、その後の2022年の1月にトゥピケも復活となっています。そして機能的にはこの2つの2バーナー大きな特徴が2つあります。1つはレギュレーターを搭載した2バーナーであるということ、もう1つは1つのガスカートリッジ、この1本のガス管で2つの引く口が使える、こういった特徴があります。こうした大きな特徴を持つ2バーナー、2つの違いどんなものがあるのかさらに見ていきたいと思います。はい、ではまず価格の違いから見ていきたいと思います。こちらのね真っ黒に見えるオールバックのキンジャですね、こちらが35,200円、これ2022年の税込み価格になってます。でもう一つのこのシルバーにピカピカ見えるトゥピケ、これね見た目にもやっぱりこうちょっと足がついてたりとか違いがあるんですけども、こちらはですね41,500円となってます。この2台の価格差は6,300円、トゥピケの方が高い形になってます。見た目にもねちょっと違いがあるの分かるんですけども、こちらの価格差についても後ほど見ていきたいと思います。はい、それでは次に収納サイズ見ていきます。見た感じもほぼほぼ一緒ですね。一応サイズ出してみますと、キンジャの方が、こちらの幅が 47.5 センチに対してトゥピケが47センチ、これ5ミリの違いですね。ほとんど一緒です。でこちらの奥行きがキンジャの方が 29.5 センチに対してトゥピケが30センチ、そして厚みですね。最後キンジャが 7.8 センチのトゥピケが8センチと、比較するまでもなくほぼ双子のように同じような大きさですね。横から見るとこんな感じです。キンジャも側面はほとんど一緒の感じですね。横から見ると本当双子です。同じ感じです。で一番右側の重量になるとちょっと違いが出てますね。キンジャの方が 3.67 キロでトゥピケの方が 4.5 キロとなっていまして、900グラムぐらいの重量の違いがあります。さっき見たね足とかね風貌とかもう天板もねちょっとデザイン違うんで、この辺もねちょっと詳しく見ていきたいと思いますが、トゥピケの方が少し 900g ぐらい重たいモデルになってますね。でもどっちも2バーナーとしてはもう軽量な部類に入りますね。全然片手で軽く持てるちょっとコンパクトな2バーナーという感じです。続けてセッティングですね。ちょっと中開けて見ていきたいと思います。まずですね底面のワイヤーを引きバルブを引き出します。ここにねガス管つけるバルブがついてますんで、これワイヤーこれ外してこう出します。で中にねこういうよいしょフック状のフックがついたワイヤーもついてます。これも一緒に取り出します。普通の2バーナーですね、ここにね直接こうカートリッジをグリグリっとつけるんですけども、この先ほどね申し上げたようにトゥピケとキンジャは1つのガスカートリッジで使えるんで、ここですねこのバルブ1個で2つの引く口にこう配分するという形になってます。あとはこのワイヤー、これね何なんですかってよく聞かれるんですけど、これキッチンテーブルとかにつけた時にガスカートリッジをこうね吊るして使えるっていうぶら下げるためのフックがついてます。テーブルに直置きする場合の場合はこれつかないんで気にしなくていいです。そしてこちらを上面を上にしてこのハンドルを真上に向けてロックを解除、シフターを開くとなってます。こちらですねこの状態だと蓋開きません。こう力入れてもこのハンドルを真上に向けるとロックが解除されてこれで開くようになります。ここにねちゃんとイラストでこうシールが貼ってありますんで、説明書にもありますけどね、これ見てもらえば分かると思います。今のこの状態とかこの状態だとロックがかかってるんで蓋開きません。ここまで真上まで持ってくるとパカッとこう開くようになってます。
こうですね。でこれ注意点ありまして、先ほどのこのハンドルが横に向いている状態だといくら力入れても開かない。これもね無理すると壊れちゃうんで注意が必要なんですけども、逆にしまう時も蓋を閉じてこうきちっと蓋が閉まらない状態でこう甘く開いた状態でこう無理にこのハンドルを回そうとすると、これも中にあるね鍵になるパーツが破損する恐れがあるので、きちんと蓋を閉めた状態でロックをするように注意してください。こちらのトゥピケの方もほぼほぼ作業同じなんですけど、一応こっちはね足ついてますんで、これ開いてからでバルブ取り出します。で同じくこのハンドルを真上にしてから開きます。こちらに横の風防もついてるんで、これ開いて、横から見るとこんな感じなんですけど、そしてティプケの方はですね、この五徳の方にですねこういうねワイヤーパーツがついてます。2箇所。これですね、この風防に風防が引っかかって飛ばないように固定するためのワイヤーがついてます。風防の方のこの横のサイドの風防をですね、この2箇所スリットが開いてるんで、このフックを引っ掛ける角度、これはね2種類選べるようになってます。ちょっと狭めにする時とか広めにする時とか、クッカーがちっちゃい時は狭めた方が風が入りにくくなってより風防効果が高められると思います。はい、これで2台ともセッティング完了で、あとはガスカートリッジつければすぐ点火できる状態になっています。で組み立てたので、これで、実用する際の寸法を見ていきたいと思います。ちょっとね近所の方がね低いところにあるんでちょっとちっちゃく見えますけど、実際にはね同じ大きさですね、ほぼほぼ。こちら使用サイズですね。やっぱ高さがちょっと変わってきていて、近所の方はねこの横幅はもう蓋開けただけなんで変わらず 47.5 センチで、奥行きもね両方ともほとんど変わらないですね。で、近所の方はさっきね閉じた状態でこれ8センチぐらいだったんで、開けるとよいしょ、この高さですね、これが大体 28.5 センチぐらいの高さになってます。そしてトゥピケの方がこの、幅がね今度この風防が広がってるんで、この風防の分だけ横幅がさらに大きくなってます。これで測るとね61センチありました。で高さがね40センチになってましたね。トゥピケは足がついてるんでね、キンジャよりもだいぶ背が高いです。やっぱり実際使う時はこれだけの違いが出てきますね。でトゥピケの方もこれ40センチ高さって書いてあるんですけども、近所と同じく足を畳んでこういった形でテーブルトップのバナとしても同じように使用することができます。どっちもいけますね、トゥピケは。はい、次にですねこちらの五徳とトレイですね、これ見ていきたいと思います。これ近所トゥピケ、素材は共通ですね。両方ともステンレス。こちらの五徳は両方ともですね簡単に五徳も外してお手入れしやすいですね。でこちらのさらに下のトレイの方も簡単に外せるんで、すごくねちょっと吹きこぼれなんかあった場合も中身がねむき出しにできるんでお手入れしやすいっていうのもいいですね。でトゥピケの方はさっき言った風防を固定するためのこのワイヤーがついてるんで全く一緒ではないですけど、基本的には素材とかは同じステンレスを使っています。このトレイがいいですね、簡単に取れて。どっちもステンレス製なんですごく錆に強くてお手入れもしやすいすっきりしたデザインです。じゃあそのまま五徳の流れで五徳のサイズ見ていきたいと思います。こちらに従って近所が22センチで、今これ置いてありますトゥピケが 20.5 センチとなってます。これねカタログの表記なんですけども、ちょっと測ってみます。こっちがね近所の五徳です。でこっちはトゥピケですね。これ重ねて合わせてみると 1.5 センチも違わないですね。てかほぼ一緒ですね。これ近所の22センチとトゥピケの 20.5 センチというのはちょっとこの長さですかね、だいたい20センチぐらいこの長さいってると思うんですけど、
ここからここまで。多分これですね、表記ミスですね、メーカーのね。こっちのフレームの方もねほぼ一緒なんで、違いはね先ほど申し上げたこのワイヤーがねこれついてるかついてないかの違いだけで、五徳の大きさはほぼ一緒だと思います。多分両方ともおそらく 20.5 センチでいいと思います。そして五徳は多分同じものがついていて、で耐荷重も共有ですね、同じ数値になってます。片側が 4.5 キロまでで2つ合わせて9キロまでとなってます。ダッチオーブンでいうとだいたい8インチぐらいで4キロ前後だと思いますんで、それぐらいのサイズがいいかなと。10インチくらいになると5キロを超えてくるものが多くなるので、ダッチオーブン乗せるなら8インチかそれ以下のものがいいかと思います。でサイズ的にはどんなものがいいかと言いますと、これがちょうど良さそうなんで持ってきました。ユニフレームのファンゴーデュオですね。ユニフレームのファンゴーデュオ、だいたい2、3人用にちょうどいいファミリークッカーになってます。これのフライパンがですね直径が約21センチで、大きい方で、ステンレスの大鍋で、こちらも 21.5 センチですね。これ乗っけてぴったりぐらいですね。元からがねちょっと小ぶりな2バーナーなんで、2、3人、ソロでもいいですけどね、2人から3人ぐらいでこのぐらいのクッカーで調理するのがちょうどいいのかなと思います。こうなんかステンレスとステンレスで相性がいい感じですね。かっこいいですね。綺麗にまとまってます。続いてバーナーの火力見ていきたいと思います。こちらですね、トゥピケとキンジャ、同じスペックが共有されてますんで、とりあえずトゥピケを置いたまま続けたいと思います。火力は2つの機種同じく2500キロカロリー。こちらですね 500T ガス使用時になってますけども、こちらのプリムス純正の OD 缶、これのオレンジ色のラベルの T ガスですね、プロパン配合しているタイプです。こちらですね使ってバーナーを一口使用した際の火力が2500キロカロリーとなってます。でガス消費量も1時間で 207g で、レギュレーターも2機種共有で、搭載しております。この中で、火力ですね、気になるのは他のメーカーの2バーナーですと、3500キロカロリー前後のものが出てるものも、もう少しお安いモデルでもあるんですけども、このキンジャとトゥピケ4万円前後する価格でありながらちょっと低いなという感じもするんで、実際どんなものか試しにつけてみたいと思います。カートリッジの付け方は、普通の OD 缶ですね。これを先ほど最初に取り出したこの真鍮パーツですね。この黒いのが上側になります。こちらの下側から、普通に回転してつける。これだけですね。これ一口でこのガスカートリッジ1本で2口のバーナーを点火できます。それでは点火してみます。最初の説明で、一口の、バーナーを使った場合に、2500キロカロリーとなっていて、2つ使った場合落ちるのかなというのが気になるんですけども、これで今両方点火してます。全開ですが、どっちも、最初につけてた方のバーナーの火力が落ちるかどうかなんですけども、これ変わらないですね。これ止めてみます。こっちを止めてもこっちが火柱が強くなるとか音が大きくなることもないので、すごく安定してますね。逆にこっちを止めても、こっちのバーナー変わらずいい火力出てますね。でこの2500キロカロリーが強いか弱いかというところ難しいんですけども、正直普通にお料理を作る先ほど見たような2、3人用のクッカーで調理をするには全く問題がない火力、十分な火力が出てると思います。とろ火もスムーズに効きますね。かなり弱い火でもいけますね。火力調整すごくスムーズですね。先ほどお話出ましたレギュレーターなんですけども、この2つのバーナー今すごく安定してましたけども、この2口のバーナーを1本のガスカートリッジで賄うのにこの中に入っているレギュレーターすごく活躍しています。1本のガスカートリッジで調理できるので、2つの料理を同時に作ったとしてもガスが半端に余るものが2本とか余らずに1本ずつきれいに使い切れるというところで、経済性も良くなるんじゃないかなという感じがします。それとやっぱりレギュレーターの特徴としてやっぱりガスの残量が少し減った場合、それでも先ほど出た2500キロカロリーが安定して続く時間が長い
というところもすごくねメリットになると思います。最高数値がね4000キロカロリーぐらいあったとしてもガスがね減ってくるに応じてこうどんどんドロップダウンしていく、最初だけ火力が強くてねだんだん弱くなってしまう場合もあるんですけども、レギュレーターがついてるんで持続力が期待できるというのも大きなメリットになると思います。はい、それでは、2つのね共通した特徴とか、基本的なスペックが見終わりましたので、ここからは、トゥピケとキンジャ具体的にどういった部分が違うのか見ていきたいと思います。こちらがキンジャでこちらがトゥピケですね。で大きな違い、まず表立った違いはこの3つですね。点火装置、サイド風防、スタンド、キンジャの方は全部×で、こちらのトゥピケの方が全部丸になってます。点火装置はこちらですね。電圧点火、このカチカチというのがついてるんで、点火するときに点火装置を使って点火することができるのに対して、トゥピケはこれついてないので、点火するときにこういったチャッカマン、こういったのは別に必要になります。次にサイドの風防ですね。近所の方はねここないんですね。天板だけついてるんで、後ろからのねこちら側からの後ろから来る風は防げるんですけども、横からね風が吹き込む形になってます。それに対してトゥピケの方は両脇にこういった黒いこちらの風防がついているので、防風効果はトゥピケの方が高いものになります。そして一番分かりやすいのがこの足ですね。キンジャはねこのまま地面というかこのテーブルの中に置いて使うテーブルトップタイプなんですけども、トゥピケの方はこちらにね足がついてますんで自立して使えます。どちらもですねテーブルの上で使う分にはねどちらで言えば畳めるトゥピケも便利なんですけども、近所でもいいかなという感じなんですけども、トゥピケだとねスタンドがある分だけこうテーブルがない状況でも使えるというのが特徴的かと思います。非常にコンパクトでこうミニマムにお手軽に運べる、荷物のね軽減になるような2バーナーなんですけども、やっぱりこれ近所だとテーブルないとさすがに地面に直置きだと使いづらいんで、やっぱこれ用にちょっと大きめのテーブル持っていくとか、近所専用のテーブル何か用意しなきゃってなってしまうと思うんですよね。それに対してトゥピケの方であれば、最悪ロースタイルで良ければ地面に置いて使うので、これ専用の台を持っていく必要がないというところ、こういったところはねトゥピケのメリットかなと思います。今度はこちら上から見た目ですね。こちらはキンジャでこちらトゥピケです。でさらに細かく見ていきたいと思います。とりあえずねこのね風防がついているというのは違うとご説明しましたけども、今度はこの蓋閉じてみて2つともこうクローズした状態で見ます。ここでパッと分かるのが色が違うなという感じなんですけども、材質も実際違っていまして、蓋の素材こちらですねスチール、近所の方はスチールの素材使ってまして、お値段高くなるトゥピケの方はこちら天板ステンレス素材使ってます。そしてこの2つの機種こういったねウッドパーツを使っているのも特徴的なんですけれども、こちらの近所の方はですねこのハンドルの部分ここにね、スーッと1本入ってますけども、チーク材ですね、プリムスのロゴがこう入ってますけども、この1箇所にチーク材が使われているのに対してトゥピケの方はこの天板の方にもねこの3本デザイン上というかちょっと、鍋を置いたりもできるっていう、機能もね考えているそうなんですけども、実際にはねあんまり使わないと思うんですけど、こういったチーク材が3本入っていて、近所と同じくハンドルの部分にもこのロゴ入りのハンドルのチーク材が使われているというところで、やっぱりね腐食に強いステンレス使いつつ、チーク材もたくさん使っているトゥピケの方がやっぱり上位機種としてちょっと贅沢な作りになってるなという感じがします。近所の方もかっこいいですけどね、このオールブラックでシックで、これもねやっぱ艶消しのこうマットな感じのパウダーコーティングっていうかなり高価なね贅沢な仕様になってるんで、こっちはこっちねすごくね高級感ありますね。でこのちょっと隅っこに3箇所のこの新地のビスが打ってあるのもこれもねいいアクセントですね。ところどころねこういった回転するパーツなんかにも真鍮パーツが使ってありますね。裏面にもバーナーの根元のこう取り付け金具も真鍮を使ったりとか、近所もね全然お安くはないんで十分贅沢な作りですね。トゥピケの方もねこのチーク材を留めてあるネジがこう金色のこれも真鍮ですかね使ってるようですし、側面も同じですね。こちらとこちらに真鍮のパーツ使われてます。で裏面も同じくこちらですね、バーナーの取り付けも真鍮パーツになってます。やっぱどっちもやっぱり2バーナーっていうカテゴリーで見ると
この2つもダントツにやっぱりかっこいいですね。いいです。はい、それでは、最後にこの2つのバーナーの違いを、まとめて主なところを見ていきたいと思います。まず金蛇は、35,200円の、トゥピケは41,500円とお値段は、6,300円の差でしたね。で火力は両方とも2,500キロカロリー、先ほど見たところ、必要十分な火力が出ていたと思います。でどちらも、レギュレーターと負債は同じです。でここから違いが出てきまして、トゥピケの方は、点火装置、サイド風防、スタンドがついています。で金蛇の方にはそれが全てついてない状態ですね。ただ金蛇の方もこのねテーブルトップで使う分には全く問題ないので、これはねお好みで違っていいと思います。で最後の生産国はエストニア製となってます。プリムスと言いますとね、日本の規格とスウェーデンの規格と、2つのね製造と規格のラインがあるんですけども、日本規格はP153 なんかに代表される、日本規格の日本製というものと、実は昔から続く2243などのスウェーデン規格のこちらスウェーデン製かと思いきや製造はですね隣国のエストニア製、これでいつも同じ工場です。ですのでこれはねエストニア製になってますけど、プリムスのいつもの工場という感じで問題ないと思います。はいといったところで、どっちもねすごく魅力的な2バナーなんですけども、どっちもお安くはないんで個人的に自分で買うならやっぱり全部乗せのトゥピケがいいかなという感じがどうしてもします。ただ実際お店ですとやっぱりこのオールブラックの金蛇もねやっぱりこう色がシックですごく人気があって、ここはね機能にこだわらずどちらもいいものなのでカラーとか見た目とかの好みで選んでいただいても全然いいと思います。はい、それでは今回は以上となります。プリムスから発売されておりますトゥピケと金蛇のご紹介でした。ありがとうございました。